今日はパイロットから出ているタイムラインエターナルというボールペンを購入したので、そちらを徹底的にレビューしていきます。お値段は5500円です。なかなか斬新なボールペンで昔から気にはなっていたんですが、結構いい値段するだけあってチキってました。でもたくさんのリクエストをいただいていたので、これを機に購入してみました。収納ができるっていうギミック上、書き味がどんな感じなのかなっていうのも気になっているので、そういうところも踏まえて徹底的にレビューしていこうと思います。今回の動画の構成はこんな感じですね。購入できる Amazon リンクは動画説明欄に貼っておきます。それから動画を見たら高評価、低評価どっちでもいいのでポチッと押してくださると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。開封する前にタイムラインシリーズについて軽く説明をさせていただきます。タイムラインシリーズのコンセプトとしては、ペンの歴史を書き換えるような全く新しいボールペンですね。一番大きな特徴としては、ペン先が丸ごと隠れるという点です。タイムラインシリーズには素材の異なる4種類がラインナップされています。一番安いのが3300円のタイムラインプレゼント。こちらは全部樹脂でできたボディですね。で、5500円になるとタイムラインフューチャーっていう真鍮グリップのモデル。それから同じく5500円のタイムラインエターナルっていうモデル。これを今回僕が購入したんですが、こちらはマーブル模様のウレタン樹脂が使われたグリップとなっていて、最高額になると7700円となってまして、こちらはタイムラインパストといって木製のグリップが使われたモデルとなっています。個人的には今回購入したエターナルシリーズのデザインが一番美しくて好きなんですよね。なので今回はそういうところも楽しんで見ていただけると嬉しいです。では開封していきましょう。こちらは取扱説明書。で、こちらが本題のペンが入った筒ですね。結構珍しい化粧箱ですよね。それでは早速ご対面しましょう。こちらがパイロットのタイムラインエターナルでございます。エターナルは合計5色あるんですが、僕はエターナルグリーンという、水色っぽいカラーをチョイスしました。他のカラーも結構素敵なので、ぶっちゃけ何色にしようかすごく迷ったんですけれども、これからの暑くなる季節にぴったりだなと思ってこの色をチョイスしました。定価は税込み5500円。で、Amazon だと1000円ぐらい安く買えたので、僕は Amazon で買いました。概要欄に Amazon リンク貼っておきます。いやー、それにしても本当に美しいですね。痺れる美しさです。マーブル模様のレジングリップっていうのはもう本当に立体感を感じますよね。晴天のような非常に鮮やかな水色と闇を感じるような真っ黒の部分っていうのが交互に入り乱れているので、そういうところがね、本当に引き込まれるような、そういう魅力があります。見る角度や光の角度によってエメラルドグリーンの明るさっていうのも変わってくるので、本当に深みがあって素晴らしいなと思います。このレジングリップは、いわゆるウレタン樹脂っていうのが使われています。一本一本模様が違うっていう、世界に一本だけの模様っていうのも愛着が湧くポイントなのではないでしょうか。タイムラインの特徴としては何といってもこれですね。グリップを回すことでペン先を繰り出すことができます。一度回すと口金がニョキッと出て、でさらに回すとリフィルが登場するという2段階のアクションとなっています。この格納されるギミックっていうのは、このメカメカしいのが好きな自分にとっては非常に男心くすぐられるなと思います。回し心地は結構ぬるっとした感じで結構気持ちがいいですね。個人的にいいなと思ったのが、少しクッと回すと力を加えずに勝手に戻ってくれるという点です。それによって中途半端な位置で止まってしまう心配がなくて、安心して使えるなと思いますね。パイロットのアクロドライブっていうボールペンも同じようにクッと回すと勝手に戻ってくれるようになっているんですが、こういうところはさすがパイロットだなと思いますね。先端を収納した時の全長は 120mm となっていまして、普通のボールペンよりも2センチほど短くなっています。小さめな手帳とかにも挟めるサイズ感かなと思います。それでは書いていきましょう。
まず書いてみての第一印象なんですけれども、最初ちょっと違和感があるなっていうふうに思いました。どういうことかというと、ペン先がこのように結構ぐらつくというか、ブレが大きいんですよね。なので書こうとしてペン先が紙に当たった時に、少しずれたところになってしまうんですよね。なんか思ったところと少しずれる位置で書くことになるので、それがちょっと戸惑いの原因になっているんじゃないかなと思いました。僕も体験したことのないギミックのボールペンなので、そういうちょっとした違和感っていうのもね、なんか面白いなと思いました。で、書き味に関しては結構柔らかめでしたね。ふにゃっと感っていうのが感じました。フルメタルボディのコツコツとした書き味とは無縁な書き味かなと思います。口金とグリップの隙間が大きいっていうふうに先ほど説明したんですが、一方、口金とリフィルの間のぐらつきっていうのは小さく抑えられているんですよね。なので書いてる時にカチャカチャ音が鳴るっていうことはなかったですね。カチャカチャ音がしないのにペン先のブレが大きくなっているので、これまで体験したことのないような独特な書き味だなと思いました。例えばフルメタルボディのめちゃくちゃ合成感の高いボールペンっていうのは、金属の靴を履きながらアスファルトの上を走っているような感覚で、こちらのタイムラインのボールペンに関しては、靴下を履きながら体操のマットの上を走っているような、なんかそういう感覚ですね。書き味が悪いっていうわけではなくて、なんか好みの問題かなと思うんですけれども、僕としてはもう少し口金とグリップの間のブレを小さくしてほしかったかなと思います。使われているインクはパイロットお得意のアクロインキっていうのが搭載されています。油性のインクですね。実はこのアクロインキが油性インクの中で一番好きなんですよね。インクの粘度を従来の5分の1に抑えた低粘度インクとなってまして、非常に滑らかに書けますし、かすれも少ないんですよね。なので本当にストレスフリーで書ける素晴らしい国産のインクだなと思います。こんな感じで少し書いてみたんですけれども、慣れてくると思ってた以上に書きやすいなと思いました。だいたい紙1枚分ぐらい書けば、このペン先がブレることで書く位置がちょっとずれて、それが違和感っていうのがね、どんどんなくなってくるんじゃないかなと思います。グリップ見ていきますと、中心がちょっとくぼんでいて、で、先端に行くにつれて少し膨らむ形状になっているので、実際に握ってみると、くぼんでいるおかげでいい感じにストッパーの役割を果たしてくれているんですよね。なのでグリップ自体は本当にトゥルットゥルのプラスチックグリップなんですけれども、しっかりと握ると意外にも滑りにくいなと思いました。で、スペックを見ていくと、ペン先を収納した時の全長は 120mm で、ペン先を出した時は 134mm となっています。で、グリップの直径は 11.7mm から 13.3mm ということで、結構太めなグリップと思っていただければと思います。で、ペンの重さは 24.8g。で、重心の位置は先端から 64mm となっていました。ボディには軽量のアルミが使われているので、この太い割に軽いなっていうふうに思うんですよね。ショートボディで軽量、さらに低重心ということで、スペック的にはかなり書きやすいなっていうふうに思いますし、普段使いもいけるし、スピード勝負の場面でも全然使える水準をしているなと思いました。デザインをもっと詳しく見ていこうと思います。このタイムラインエターナルに関しては、マットブラックのボディに光沢のあるシルバーの金具が使われているので、なかなか高級感がありますね。で、個人的に好きなのがこのロゴです。ロゴもしっかりと光沢があってかなり高級感がありますね。このロゴの雰囲気はなんか最近のレクサスのリアのロゴと雰囲気が似てて、結構近未来感があってかっこいいですよね。このブラックの表面はアルミにアルマイト加工が施されています。マットな質感になっているんですが、表面はザラザラというよりかはスベスベとしていて、使っていくと結構ツヤツヤになりそうですね。口金は太いグリップからは想像できないぐらい細い形状となっています。心なしかアリクイの花みたいに見えてしまいました。クリップの部分は中央にかけて膨らんだ形状になっていて、太めな軸とマッチしたデザインになってますね。ペンの天井部分はカルデラのような若干へこんだ形状になっていました。僕がよく使っているこのガレンレザーの10本出しペンケースにパイロットのタイムラインが入るのかっていうのを確かめていこうと思います。入れてみたんですけれども、普通に入りましたね。
ガレンレザーのペンケースって結構太めなペンが似合うペンケースなので、こうやって並べてみてもかなり似合っているんじゃないかなと思いますね。しかもこのレジングリップのマーブル模様っていうのが木軸のペンと非常に相性がいいということで、本当に似合うなと思いますね。ただ一つ注意してほしいのが、このグリップの先端のところが少しねエッジが当たっているんですよね。なのでガレンレザーのペンケースを入れようとすると、若干の引っかかりは感じました。少し力を入れてグッと差し込む必要があるっていう感じですね。グリップの挟みやすさに関しては普通ぐらいといった感じで、全然ストレスなくグリップ挟むことができました。一般的なボールペンであるノックキャップっていうのがないので、こうやって挟んだ時の見た目のスッキリさっていうのは半端ないなと思いました。インクがなくなった時はグリップを回してあげることで簡単に分解することができます。中に入っているリフィルはパイロットの BRFN-30F の B、いわゆる 0.7mm の黒色アクロインキの金属リフィル、税込み330円が入っています。これは僕が大好きなリフィルですね。野原工芸のスタンダードタイプのボールペンに入っているのと同じリフィルとなっています。G2 規格、いわゆるパーカータイプとの互換性はなくて、あんまりこの形状のリフィルは見かけないんですけれども、このインクはね結構素晴らしいので、別に互換性がなくてもいいんじゃないかなと思います。金属リフィルが使われていながら330円で買えるってことで、ランニングコストも非常に安いかなと思います。お近くの文房具屋さんとか Amazon で買うことができます。内部の機構はプラスチックでできているっぽいですね。そんなに力が加わるような機構でもないので、耐久性の面でそこまで心配する必要はないかなと思います。では使ってみた感想を5つ星評価を交えて紹介していこうと思います。まずは書きやすさですが、こちらは星4つですね。軽量でショートボディということで、結構書きやすかったですね。ただちょっとペン先のぐらつきとかで違和感を感じたので星4つとさせていただきました。で、握りやすさですが、こちらは星3つとなっております。普通ぐらいの握りやすさかなと思います。続いて書き心地、いわゆるどれだけ書いていて楽しいかっていうことですが、こちらは星2つですね。いまいちかなと思いました。どうしてもね、こういう収納できるっていうギミック上、ペン先がブレてしまうので、そのせいでふにゃっと感っていうのがね、出てしまって、僕はそこまで好きじゃない書き味でしたね。人によってはこの書き味好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。続いて、インクのクオリティは星5つとなっております。アクロインキしか勝たんということで最高ですね。続いてペン先の視界ですが、こちらは星4つとなります。太めなグリップですが、口金は非常に細くシュッとなっているので、かなり視界は良かったですね。続いてデザイン質感は星5つとなっております。やっぱりね、なんといってもグリップ非常に美しいですし、ロゴのデザインなんかもね、僕すごく好きで、質感非常に優れているなと思いますし、どうしてもペン先が収納できるボールペンとなると、デザイン的にね、どうしてもね、違和感が出てしまうんじゃないかなと思うんですけれども、しっかりと収納した状態でも違和感のない、むしろ美しいデザインになっているので、そういうデザイン力みたいなところは評価したいなと思います。続いて、回し心地ですが、こちらも星5つですね。満点です。本当に回してて気持ちがいいですし、少しクッと回しただけで勝手に戻ってくれるような仕組みにもなっているので、そういった操作感っていうのは非常に優れているなと思います。続いてコストパフォーマンスですが、こちらは星4つですね。5500円っていうと結構高額なボールペンにはなるんですが、僕としてはよく5500円で抑えられたなっていう感じですね。こういうギミックを開発するのに結構お金かかってると思いますし、7700円ぐらいしてもいいんじゃないかなっていうぐらいのボールペンだったので、結構お買い得感はあるかなと思います。で、Amazon だと4500円ぐらいで買えちゃうので、お金にね、余裕のあるっていう方はぜひ試していただきたいなと思います。で、最後、総合評価していきますと、こちらは星4つでございます。結構いいボールペンっていう感じでしたね。今回の8つの項目をレーダーチャートでまとめてみたんですけれども、書き心地に関してはそこまで良くなかったんですが、一方で星4つとか星5つを取っている項目っていうのも結構あったので、全体的に高い点数を取っているなっていう印象を受けました。やっぱり僕としてはこの口金とグリップの間のぐらつきっていうのをもう少し小さくして欲しかったなっていうことで星4つとさせていただきました。でもデザイン性非常に優
優れてますし、思わず持ち運びたくなってしまうようなボールペンだと思います。なので、そういうボールペンを探しているっていう方は、ぜひ概要欄の Amazon リンクからポチってみてください。ということで、今回の動画は以上となります。動画見て面白かったっていう方は、高評価をしていただいたり、あとはコメントをいただけると非常に嬉しく思います。では、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。